エロティといえばご存知ですからね。じゃじゃん、こちらはこれはもう2010年ぐらいですね。ちょっとじゃん、超かわいい。超いいですね。かわいいね。一枚でも全然いいね、ワンピースっぽく。レイさん素敵なドレス。なんですか。おお、大好物しかない。こんにちは、シトレイです。今日はですね、どこにいるかと言いますと、祐天寺にやってまいりました。祐天寺にいます。そして今日は何をするかというと、ヒムセルフ、ゆうきくんと、祐天寺学芸大ショップクルーズをやるつもりなんだよね。お願いします。その前にゆうきくんって誰やっていう話なんですけど、はい、ゆうきくんどうぞ。はい、高円寺古着屋ヒムセルフのオーナーの佐藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。よくスナップでもね、2回くらい出てもらってるんじゃないかなと思うんですけども、よかったら、そこも見てもらえればなと思います。今日回るのは、祐天寺が2軒、古着屋さん2店で、学芸大学が古着屋さん2店、計4店回ります。最初の1店目はゆきくんが結構知ってるお店なんですけども、どこでしょう。そうなんです。アンサムチルにアンサムチル1軒目1軒目行ってみたいと思います。はい、こちらになります。こっちバンじゃないよ、こっちもうちょっとでも目印はバン。目印はバンですね。もつ焼き屋さんのバンですね。でこのバンを曲がったこの階段の上です。だからバンの上、超バンの上です。早速入ってみますか。よいしょ。じゃーん、アンサムチルですこんな感じになります。なんかいいスペースですよね。ねえ、1階とは打って変わった感じしない？なんかすごいこう雰囲気のある感じの。で、スタッフの方なんですけど、お名前お伺いしてもよろしいでしょうか？みのりと申します。みのりちゃん、よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。今日はみのりちゃんと、オーナーの方は天の声で参加してくれるということで、早速なんですけど、みのりちゃん、このお店っていつからできたんですか？いつからでしたっけ？早速天の声来た。7年前ぐらいですか。7年前くらい。コンセプトはベーシックなアイテムを極力控えまして、ないもの、特別なものだけをご用意しているようなコンセプトになってます。じゃあちょっとアクが強いのが多いの？多いです。なるほど。とても。みのりちゃんはもともと店のスタッフさんではなくてお客さんだったんだって。そこからいろいろあって今働いているという。じゃあそのアクの強いものをおすすめ見てもいいでしょうか？はい。何かありますか？この辺とかも見たことないような柄だなっていうのが。これですか？これは素敵。何柄？T シャツ柄。ボーダー T シャツ柄のズボン。私みのりちゃんがズボンっていうとこが好きだったよ。パンツじゃない。パンツじゃない、ズボン。でもさ、ゆうきくん履いてそうじゃない？いや、これ大好きですよ。これなんかゆうきくんテイストな感じがする。僕それこそもう20歳くらいから、7年前ぐらいからずっと通ってて、ずっとお買い物してたんで、もうこういう服大好物ですね。あとは本当に車柄。車柄。ちょっと癖強めて言うと襟の主張の強いものとかピーってとか、高見沢さんみたいな感じ。これ私多分好きなテイストだな。このライン好きですよ。私おしゃれ。好き。これは何になるの？ヴィンテージのフットボールの発ゲームシャツ。ゲームシャツいいですね。へセットアップとか。ー。ちょっと笑ってるもん。いやでも着たら意外といける。エコレザーかな。リアルレザー、リアルレザーわざわざこんなことする。すごいな。セットアップで。セットアップ。やばいですね。攻めますね。ひくんなんか気になるもんありました？この辺のトリコロールのストライプシャツ。なんか素材面白くないですか？これ何？シャキシャキしたポリエステルの多分素材なんですけど、なかなかこのポリエステルのシャツでこうクオリティの高いものを用意するのって僕も古着屋なんですごい痛感するところなんですけど、結構大変な作業というか、なんで多分1万着とか2万着とかシャツだけでこう1日見るんですけど、その中でこう買ってもらっておしゃれに着られるこういうポリエステルのシャツっていうのがなかなかピックできないんですよね。汚くなってるとかヨレヨレになってるとか劣化してるとかそういうこと。だからやっぱりこういうちょっと気の利いてて、あとはリーズナブルに楽しんでいただけるこういうシャツを普通にこう並べられているっていうのはすごくいいショップのなんか条件かなみたいなところもありますね。あと私 T シャツ好きなんで T シャツ見させてもらってもよろしいでしょうか？変な T シャツ好きなんですよ。そう。レイさんはエロティのイメージなんですよ。
エロティです。エロティのエロティといえばご存知ですからね。エロティの黄色。それ。いやでもこれまだソフト。FR2 とかでよくやってるからソフト。でも大丈夫、これ安い12,000円です。ケイト・モスの短い髪バージョン珍しないですか？珍しいですね。長いの多いんだけどね。こういうイメージですもんね、金髪で長い。そう。へえ、可愛い。なんで急に丸字置いてありますけど。なんかちょいちょいブランド物も指してるんです。あ、そうなのね。しかも7,000円安い。この辺とかすごいいいですよね。ポップアイコンっていうか 80s の、有名なブランドなんですけど、古着で言うと、結構かっこいいのが多いんですよね。総柄のシャツだったり、あと素材がサテンのりんだったりとかレーヨンだったり、ポリエステルでもこうメタリックの加工になってたりとか、パキッとしてるんですよね。パキッと、これもそうだもんね。はい。すごい好きなタグです。好きなタグとか言っちゃいますよね、古着屋だと。好きなタグどういうことですか？どういうことですか？このタグいいなみたいなタグ萌えしちゃうんですよ。そのブランドがいろいろ当時作ってる洋服とかを調べたりして、古着屋にあると、うわ、このタグの服だみたいな。一つのブランドの同じアイテムでもタグの色とか、ちょっとこれがこう三角形ひし形とかになってたりすると買っちゃったりするんで、やっぱそこに燃えて買っちゃう。違うじゃんみたいな。三角形じゃんみたいな。で家で並べてこう全部違うなって。それをね、マニアック。それを並べてニヤニヤするのが好きですね。面白い。ジャンフランコ・フェレとか懐かしないですか？懐かしいですね。あ、これもやっぱ素材がキラキラしている感じの。キラキラ系だ。アンサーマシン素材面白いの多いですか？そうですね、そうですね。素材が結構不思議なところが、値段も結構お手頃というか手に取りやすい値段にしてあります。良心的とか。お手頃です。それをあえて卵に言ってあげてほしい。卵今めっちゃ高くない？卵に言ってほしい。卵こっちの卵。いや、スーパーに売ってる卵に高い。最近の卵は調子に乗ってる。もう7、8年はしょうがないでしょ、あれは。この辺の b ボーイ系も今結構注目度高いですよね。こうヒップホップとかラップのカルチャー乗っかってるこう古着、ブランド自体はそんなにこうわからないんですけど、物自体見るとやっぱりこう面白いよね。90年代ヒップホップ、確かにラッパーが着るようなデザイン、リアルな。どんなお客さんが来るの？一般的な古着屋に比べるとかなり世代は高いのかなとは思うんですけど、30代の洋服屋ぐらいの方が一番多いそうですね。やっぱ洋服屋さんが来る古着屋さんみたいな感じ。そうです。しかもあれね、やってる時間が結構ユニークだよね。そうですね。何時からでしたっけ？6時45分から10時半です。6時45分。仕事終わりみたいなとか。そうですね。当時来てた時は、お店とか仕事終わった後に来て、買い物してみたいな感じだったんで、めちゃくちゃいいショップですよね。私昔祐天に住んでたの。そう、2004年とか5年とかそんくらい。そう夜中までやってる古着屋さんみたいのがあったりとか、あと夜中しかやらない闇パンって言われるパン屋さん。すごい闇パンやばいですね。闇パン行ってみたい。闇パンはあった。その前に気になる T シャツがこっちにもあったんだ。お、これはプロレスティー？プロレスティー？バトルオブラストサマー。日本これ。明治神宮スタジアムでやってますね。すごい。すごい。やだ。あ、これ長州力じゃなくてなんだっけ？大仁田淳違う。淳がまだ議員になる前ですよ。ちょっと待って、淳って呼んでるんですか？まるで私の食べる連れのような感じで。先生、これ違うでも行きますか？違うか行ってみますか？ちょっと横乗りな感じですね。だね。あ、ゆきくんの好きなステューシー。あ、大好きでございます。こういう系好きそう。好きですね。古着の中でもオールドステューシー、やっぱ90年代から2000年代頭ぐらいまでの生産されたステューシーがすごく人気もあって、あとは価格がドーンって高騰してるところなんですよね。だから結構やっぱりこうそれでもリーズナブルに出してるアンサムチル素敵。素敵。それもこれ2000年代。こちらでそうですね、2000頭ぐらいなんですよね。どうやって見てわかるの？タグちゃんと見ちゃうと0000ですね。2000頭ですね。タグどこに書いてあるの？書いてないんですよ。ちょっと待って。もうそれはもう集めた僕の経験値ですね。すごい。並べて、こっちの方が古いかもみたいな、こう入れ替えて並べて勉強とかしてたんで。そうやってやるんだ。ちなみに何年ぐらいのが価値があるんですか？やっぱ80年代。はあ、そこまで。80s ステューシーっていうのがやっぱもうドカーンと、やっぱ値段もしますけど、本当にかっこいいのが多いです。テープがあったりとか。テープがあって、やっぱ時代感がすごいいいですよね。90s から2000年代までのこう。なんだこれ。
一世三宅だ。あ、懐かしい。アイムシリーズ。あ、これもちょっと素材がシャカシャカしてるっていうか、ナイロンっぽいナイロンポリだ。すげえ。ね。いい。でタータン。柄物本当に多いね。そして明智くん好きな柄じゃない？これ好きっすね。ちょっとまた喋ってもいいですか？お願いします。お願いします。これ勇気大学聞かせてください。すごいところが左前でメンズ合わせっていうのがすごくポイントが高いところで、80年代90年代のこう柄とか、あとまあドットとかチェックのこういうレイヨンシャツって女性ものが多いんですよね。だから結構僕も買い付け行っていい柄シャツこうバーって取るんですけど、最初にだいたい右前になってしまうんですよね。で右前の洋服、そうですね。でメンズまあ基準で言うとやっぱ左前の方がグッとくるので、それをこう探すっていうのが結構苦労する。白ボディないですね。白ボディ？ボディの色が白に柄が乗っかってて、確かに白ボディっていうのがないかもしれない。白シャツとかは普通にあるんですけど、白のシャツはすごい少ないです。おしゃれ。でも漢字のようで漢字じゃないような、外人が漢字ってこんな感じかなっていう感じかなってやつですね。書いたやつですね。南極って書いてますもん。なんで？サウスポールだ。いいアイテムが多いです。サウスポールではヒムセルフでもやっぱ絶対置きますね。買い付け行ったら買ってきますね。絶対あるんだ。はい。あ、これとかも可愛いよ。ほら。わあ、いいですね。ね、面白い襟の立て方してる。素晴らしい。トラサンハーパー。これちょっとなんかモードっぽいですね。仕上がりが、着方が。レイさん似合いそう。こういうの好き好き。色違いっていうか総柄も。ってことは？ということはこれもしかして一緒？一緒だ。あ、なるほど。大判とちょっとここだけの。ここだけの。ペアルック系。古着屋さんの視点に立って物を見てみると本当に面白いんですけど、見方が変わって。ちょっと気になる。これは何ですか？ザ・フーとかイギリスの空軍のモチーフになってるマークなんですけど、まあ、白ボディのユーロボディのフルーツなんですよ。数も少ないですし、基本的にバンド T シャツとかは結構出てくるんですけど、こういうスウェットでこう奥行きのあるこうマークだったりとかっていうのは本当少ないですね。初めて見ました、ユーロボディのこのターゲットは。そうなんだ、珍しいんだ。結構やっぱ UK 炸裂感も半端じゃないじゃないですか。カウンター感がすごいですね。UK 炸裂感が半端ないですか？ちょっと分かりづらいですね。思わずなんだろう。ちょっと若者の象徴的マークなんですよ。あ、これカウンターマークなんですよね。そうそうそう。男の子ってそういうところにこだわるんだね。大丈夫ですね。今のザ男の子でしたね。我々多分なんかふーんって顔してましたね。いや、そういうこだわりが詰まったお店ということで。素晴らしかったですね。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、次に行くのはウィッティ。ウィッティヴィンテージですね。私2年前くらいに1回行ったことがあるんですけども、どんなになってるかまだ楽しみです。進化しているということなので。でもその前に皆さん見てもらいたいものがあるんですけど。ででん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 、買ってる。あんたすぐ買うね、すぐ買うね。白は貴重だって言ってた。すぐ欲しくなっちゃうね。まあ似合ってるね。似合ってます。いいですよね、これね。こんな感じです。こんな感じです。こんな感じです。なんか私今スナップ撮ってる人みたいになってる。はい、こちらになりますね。ドーン、これです。皆さん見覚えがあるのではないでしょうか。こんにちは。今日はよろしくお願いします。赤嶺夫妻になります。2年ぶりくらいよろしくお願いします。ウィッティのお店のコンセプトを教えてほしいです。ウィッティというのがウィットに富んだっていう意味なので、まあ、ウィットに富んだ大人の女性も着れる上品な古着を展開しています。結構レディースがメイン。そうですね。サイズが合えば男性も着れるものもたくさんあります。まあ、おすすめは、こちらのドレスシャツの袖をカットしたもの、袖がこういう風についてたものを、袖にダメージがあったり汚れがあったりしたものをカットして着れるようにした、アップサイクルのような商品で、それをまた染めたのがこの黄色と紫。こっちが袖切ってこっちが下を切って、しかも私ね、何がこのシャツの何が好きかっていうと、まあお察しの通り
パッカーンなんですね。あ、それ、そう。開いてるの好きです。開いてるの好きです。開きがちなんですよ、本当に。知れ渡ってるんですね。なぜこれは背中が開いているの？単純に、まあ、人の構造的にこう、全部ボタンがついてると止めれないじゃないですか、こう一人で、だからまあこことここ、人が止めれるようなこうフォーマルな場で着るようなシャツなんで、まあ、脱ぐことがないんですよね、基本的なジャケットが。貧乏ちゃんみたいな感じです。前だけかっこよければいいやみたいな。本当にそんな感じですね。まあ、映画「タイタニック」でもデカプリオが来てダンスするシーンがあるんで、まあ、見てもらえればっていう。あと脱ぐシーンは結構まあ、下品じゃないですけど、結構まあダメな感じ、ここを見せるっていうのがダメな感じなんだ。まあ、そのなんかワイルドさみたいなのが見れるんで、タイタニックでは。これちょっと着てみてもいい？はい。ちょっとさ、まだ後ろ開きのジャケットとかもありますよ。それを見たい。ゴルジおー、開きますね。ドルチェこんなの作ってたんだ。すげえ。前すごい綺麗なのにね。本当ですね。綺麗なシャツだな、綺麗なジャケットだな。でもみたいな。貧乏ちゃまですね。貧乏ちゃまですね。でもとりあえずこれから、とりあえずこれ着てきます。でーん。おー、じゃん。おー、かわいい。超いいですね。かわいいね。一枚でも全然いいね。ワンピースっぽく着てもいい。へえ。見て、後ろ。かわいい。かわいい。今ちょうどしかも特別にブラも借りて、このブラ何でしたっけ？ウェイクルーズのプラージュさんと共同で開発した。だから見えても可愛いやつやね。可愛いやつ。超可愛い、こう二連になってるんだよね。すごい。可愛い。にしてもいいので、履いて。絶対可愛いやつ。好き。こういうおしゃれブラって何のホールド力もないんですよ。なのにここにワイヤーがあるからちゃんとブラとしても成立しているって男の子に言う話じゃないけどでもこれを伝えたかった。もともと3色だったんですけども、今2色で、ピンクと、水色、はい、2色で SML、一応パンティもあります。あ、本当だ。ちなみにこれおいくらなんですか1690円。8690円です皆さん。SML。ちょっと近いです。もうこっち見たくてもうこっち見たいみたいな。僕の勝手なイメージなんですけれども、BT さんのイメージはすごいオーセンティックですごいアスレチックな、こういうフットボールとか、ヴィンテージのスウェットとか、男もそそられるヴィンテージがたくさんあるっていうのと、やっぱそれがこう女性が着るとやっぱりこうかっこよく可愛く消化されるすごい素敵なものが多いショップだなっていう印象が。確かにこういう基本のこういういいやつをね、こういう、50年代60年代のこう古いオーセンティックなアイテムがすごくこう美しくかっこよくなんか置いてあるお店だなって思いますね。あと私アクセサリーがすごい多いなっていう印象。インディアンっぽいやつというか。7、80年代ぐらいのメキシカンシルバーなんですけど、まあ、当時、メゾンのものを作ってたり、シルバー作りのメッカだったんですよね。結構買ってきても早くて買い付けもちょっと追いついてないっていう感じですね。だっておしゃれ女子は全員こういうちょっと民族クラフトちょっと土臭いものとモードを合わせませんか？ほらねこういうスタイルに憧れてっていう人が多いなっていうのは私の印象です。これいいなとかやばいな。なんか着てそうパテのウエスタン。しかも2色ある。やばい。そうこういう私こういうのね。これ永遠に好き。ナンバリングが微妙にしたっていうのもね。素晴らしい。これもよくない？おしゃれ。ドリスです。でもこれもこれで好きよ。これ何？ドリスです。ぽい。ここでもドレス多いですね。レイさん素敵なドレスが。何ですか？大好物しかない。ゆきくんも似合いそう。ごめんなさい。僕も着たい。着れるもんなら。超可愛いですよ。超可愛いですね。可愛いね。おいくらぐらいで出てんですか？ちょっと知りたい。このワンピースで、4万1000円の税ですね。こちらも4万1000円税。やっぱ女性の洋服見てると羨ましいなと思う時があって。なんで？でも単純にこう数が多いじゃないですか。洋服としてのカテゴライズがすごい多いからやっぱ楽しそうだなって思っちゃ
まあ楽しいよね。だって言うならブラまで遊べるからね。そうですよね。あ、好き。ヒョウ柄かみたいな。こういうのオーセンティックな感じ。昔こういうの大事にしてある。こういうのとメゾンモノ合わせるのよくない？素敵ですね。ね好き。これとかすごない？あ、すごい。これメキシコのホセバっていうデザイナーのもので、こうメキシコではメキシコのココシャネルとか言われてるような、メキシコのココシャネル。メキシコのこう博物館とかにも飾ってあるような。あ、これ彼女のクリエーションの本？そうですね。名だたるこうデパートだとか、大統領夫人に着られてたり、結構掘ると面白いですね。今もこれだ。これだ。すげえ。すげえ。やっぱこの流れるリボンがアイコンなんですか？はい。結構模造品も多いんですけど、まあそれはそれでかっこいいですけど。へえ。かっこいい。そしてあれなんですよ。もう一個私言わなきゃいけなかったことがあるんですけども、例えばここでお店でこれが好きこれが好きって買いますよね。買いたいなと思いますよね。その時に。一応基本的にはお客様にマイバッグをご持参いただいてるんですけど、忘れた方はショッピングバッグを買っていただくか、そのままの状態で渡しっていう。神谷さんが特別に作ったバッグあるんですよ。バッグにロゴを入れただけなんですけど。これをマイバッグとしておからげいただくみたいな感じになってるらしいです。オンラインで買っていただいた方の配送はこの中に直に商品を入れて簡易梱包でいいかどうかっていう選択できる項目があるので、そこで選択していただいた方はこのうちがデザインを企画したサトウキビが原料のプラスチックバッグなんですけど、 CO2 の削減を3倍減らすことができるので、そういうちっちゃなところからねお取り組みをねしてるの。これは販売もしていて、エボルバーっていうブランドでやってるので、なるほど。興味ある方はって感じですかね。はい、今日はゆきくんと、2軒ですね、祐天寺、アンサムチルとウィッティさん巡ってきましたけど、やっぱ古着いいね。最高ですね。ねえ、楽しいよ本当に。最高。また古着熱が盛り上がってきました私の中で。で、後半はちょっと駅を一駅、横にずれて学芸大だね。学芸大の2軒を回ってみたいなと思います。皆様何か気になるアイテムなどございましたでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ちょっと待って。ごめん。